皆様こんにちは。このチャンネルはバンドメイドの一応名手がいろいろ個人的な意見や感想をつぶやいていくチャンネルです。2026年に入って1ヶ月ほど経過しましたが、そろそろ禁断症状が出てきているんではないでしょうか。私は出ています。で、今回は最近初めてバンドメイドを知ったという方たちが増えてきているので、ひょっとすると今年のどこかのお給仕が初帰宅という方もおられると思い、お給仕ってどんな感じっていうのをつぶやいてみたいと思います。偉そうにするつもりはないんですが、私が初めてお給仕に帰宅した時も様子が全くわからなくて、若干不安な感じもありましたので、少しでも参考になればと思ったのと、まだお給仕が始まってなくて全然動画アップできないので、お給仕レポートのつなぎみたいなところもあってつぶやかせてもらいます。それでは順番につぶやいていきたいと思います。まず会場にどれくらい前に行っておけばいいのかというところからです。物販を買いたい場合は基本物販をやってる時間帯に行けば問題ないです。でもなぜかお名手様たちは物販開始の1時間前くらいから並ぶ傾向がありますので、どうしても手に入れたいとか、ご当地 T シャツみたいにその場でしか買えないものが欲しい場合は事前に並ぶことをお勧めします。たまに売り切れます。あと大阪のゴリラホールの時みたいにあーちゃんがゴリラの置物に座りに来たみたいな嬉しいサプライズがごく稀にあったりもしますので、早めに会場に行くのもありです。ちなみに私はゴリラホールの時は大阪在住ということもあり、余裕をかまして会場に向かったためその機会を逃しました。それで物販をいらなくてお給仕だけという場合は、会場時刻の30分くらい前に来るのがいいと思います。会場によりますが、1時間くらい前から入場待ちの列が作られる場合もありますし、並んでいると名手様たちからいろいろ手作りのグッズとかもらえたり、集合写真撮ってもらえたり、さえちゃんとか小鳩さんとか忍者のコスプレしてるお嬢様を見れたりする場合もあるので、なかなか楽しい時間でもあります。あとライブハウスの場合はドリンク代が必要ですので、できれば小銭を準備しておくのがいいと思います。だいたい600円のところが多いです。それと荷物ですが、スタンディングの場合は大きい荷物を持って会場に入るのはマナー違反ですし、ちょっと危険というか他の人の迷惑になりますので、できればコインロッカーに預けるようにした方がいいと思います。体にぴったりかけられるお給仕バッグのようなカバンなら全然 OK だと思います。ここまでが会場前までです。それでいよいよ入場となりますが、みんないい位置を目指すのでちょっと先立ちます。チケットを見せてドリンク代を払ってドリンクチケットをもらいます。ドリンクは事前に交換しておくのがライブハウス的には嬉しいみたいですが、私はいつも後で交換してしまいます。それでステージを目指しますが、走ると危険ですので早足くらいにしておきましょう。会場に入ると気づくと思いますが、当然前方から埋まっていくのですが、意外と後ろを好む方も多くて、特に後ろが段で高くなっていたりするとその段の上をキープしたり、柵がある場合は柵の真後ろとかに立つ人も多いです。ですので空いている空間で行きたい場所を目指しましょう。あんまり割り込んだりすると怒られますので、ほどほどに。前方はやっぱり騒ぎたい人たちが集まりますので、それが苦手な場合は後ろ目とか横の方がいいかもしれません。オールスタンディングのライブハウスの場合でも、後方は比較的静かに曲を味わいながらメイドさんたちを楽しむという方たちが多いように思いますので、そうしたい場合は後方をお勧めします。音響も比較的いいです。ただワンマンお給仕ではモッシュやダイブ、サーフは禁止されていますので、前方でもそんなに危険ではありません。でも前方へ行く場合は圧縮くらいは覚悟しておいた方がいいと思います。あとライブハウスの場合はだいたいお嬢様エリアが設置されますので、お嬢様はお嬢様エリアへ行くのもいいかと思います。だいたい下手美沙さん側に設置される場合が多いですが、2days とかだと上手民町側になったり、地方のライブハウスだとすごく見やすい2階席の場合とかもありましたので、お嬢様エリア狙いの場合は事前にライブハウスのどこかに掲示されているはずですので確認しておくと焦りません。でも最近お嬢様が増えてきて、お嬢様エリアが満杯になることもありましたので、あまり余裕で行くと入れない場合もあります。ご主人様にとってもお嬢様エリアの真後ろは視界が良好なので狙い目かもしれません。あと言うのを忘れてましたが、服装については真冬でもほぼ絶対に汗まみれになりますので、 T シャツ的なものがいいですし、タオルも絶対必要です。バンドメイドの T シャツでなくても全然 OK です。あとはメイドさんたちを楽しむだけですが、乗り方がわからない場合は周りの人の真似をしておけば大丈夫だと思います。私も初帰宅の時は全くわからなかったので、隣の人の 0.5 秒遅れくらいで真似してました。でもアイドルみたいにお決まりのノリみたいなのはないので、基本自由に楽しめばいいと思います。私も自由に楽しんでます。あと3回くらい MC が入りますので、そこでメイドさんたちのトークを楽しみながら体力と喉を回復しましょう。でもおまじないタイムはぜひ全力で萌え萌えキュンキュン叫びましょう。日頃のストレスを思いっきり発散できますし、もしメイドカフェとか行ったらいつの間にかプロ並みの返しができるようになっている自分に気づけます。
それでさえちゃんが次がラストって叫んだら次の曲がラストです。アンコールはありませんので全力で楽しみましょう。すべての曲が終わったら最後に小畑さんの挨拶の後、ミンチョ、小畑さん、ミサさんがピックを投げてくれます。たまにヤーちゃんがスティックを投げてくれる時もあります。前方にいると当然奪い合いみたいな感じになりますが、結構皆さん優しくて、お見合いみたいになると譲ってくれたりもしますので、怪我しない程度に頑張ってゲットできたらものすごく記念になります。ケースとか買って部屋に飾ってしまったりします。ということでお給仕は終わりますが、お給仕終わりでそのまま帰るのもありですし、物販とかくじをやってる場合も多いですので、物販買いたい方やくじを引きたい方は並びましょう。お給仕後のくじは結構大当たりが出るという噂も聞きますのでありかと思います。最後に大体のライブハウスはライブハウス前でとどまるのを許してくれませんので、できるだけ速やかに会場を離れないといけません。仲間と打ち上げに行ったり、駅に急いだり、一人でラーメン食べに行ったりしましょう。なお、お給仕後のビールは最高です。とダラダラとつぶやいてきましたが、まとめると特に決まりとかはないので自由に楽しみましょうという感じです。いよいよ2月11日から2026年のお給仕が始まります。今年もバンドメイドを楽しみましょうということで、今回は以上です。それではまた次回。